こんにちは。人生を自由に生きるための人生レシピです。どうぞよろしくお願いいたします。本日は裏表のある人の対応ということをお話しさせていただきます。いい人仮面ってわかりますか？いい人仮面の後ろに怖い人が隠されている。時々そういう人に出会うことがありますが、こういう人のそばにいると、やってもないのに人のせいに平気でするので、とんでもない事件に巻き込まれたりすることがあります。特徴をね、挙げていきますので、こういう人がそばにいたら、そーっと距離を置いた方がいいと思いますよ。基本的にね、人を変えることはできないと言われています。相当頑張ればできないこともないのですが、かなりの労力が必要ですし、こういう人は親切心が逆にあだとなって、かえって油を注いでしまう結果になることもあるので、注意した方がいいと思います。こういう人はね、良かれと思うことは通用しません。一番いい方法は距離を置くことだと思います。子供ってね、思ったことをそのまま口に出しますけれども、大人はね、その場の空気とか読みますよね。大人は誰でも表裏は多少なりとも当然あります。それはあっても当然だと言えますよ。でもその問題はその度合いや陰湿さです。そしていい人になろうと目指すのはとてもいいことだけど、いい人に見られたいというのは嘘が必ず入ってきます。こういう観点で見られると分かりやすいかもしれませんね。これから表裏がある人のことをうらちゃんと呼びますね。ちょっと可愛くなったかな。うらちゃんはね、嘘つきなのですが、許せる嘘と許せない嘘があると思います。例えば会社では整理整頓が大好きですと言ってる人が、家ではねすごく散らかってて、実は整理整頓できず、もうめちゃめちゃになってます。これは人に迷惑かけてないですよね。困るのは自分と自分の家族だけですよね。それはまあ許せる嘘だと思います。会社では同僚みんなで仲良くしています。裏では同僚の悪口を上司に言いつけています。これは他人に迷惑かけていますよね。嘘を言って違う事実をねじ曲げているという形ですのでね、明らかに人に迷惑をかけてます。こういう違いが許せる、許せないというボーダーラインだと思います。今から裏表のある人の特徴を10個挙げます。特徴がいくつか当てはまれば要注意人物だと思ってくださいね。見かけは人が良さそうに見えます。まさにいい人仮面をかぶっています。腹探しと悪口が大好きです。そして人からの評価をとても気にします。人によって態度が変わります。計算高いです。目を見てください。目が怖いですよ。人を巻き込むのが得意です。人をランク付けします。感謝が全くありません。嘘つきです。こういう特徴があると思います。一つずつね、詳しく説明していきますね。一見人が良さそうに見えるはずです。いい人仮面をかぶっているので、だから騙される可能性が高いです。なぜなら今までそれでずっとね、うまくいってきて生きているということですからね、年々上手になってきてパワーアップしてきます。とてもね、性格は明るくて人懐っこい感じね。そしておしゃれさんでファッションにもとても気を使います。これはですね、人からの評価をすごく気にするので、自分をよく見せようとします。ごく普通のいい感じの人に見えるはずですよ。人目を気にするので、一人でいるのがとても苦手です。だからこちらが聞いてないのにもかかわらず、自慢のように日曜日どこそこ行ってねとか、誰それと会ってねとか、自分で言ってきたりします。大好きな話題は自分の自慢と
人の荒探し、そして人の悪口のオンパレードです。人の荒探しをして自分が優位になる点を終始探し続けます。そして当人がいたらニコニコと普通に仲良さそうにお話をしますが、当人がいなくなったらすぐに悪口を言う。これが特徴です。人からの評価をすごく気にします。自己中心的ですので、人と自分との扱いを異常に気にします。自分がいい扱いをされているときは上機嫌になりますが、そうでないと急にいなくなったり不機嫌になったりします。また被害妄想的な思考があって、常に自分が優位になるようなアンテナを張っています。そして嫉妬心がとても強いです。他の人がクローズアップされたり褒められたりすることをとても嫌います。覆いかぶせるように自分が優位に立てるような、上位に立てるような話題にシフトし始めます。人によって態度が変わるのも特徴です。同僚同士だとね、仕事せずにダラダラとサボってばかりです。でも上司が来たらもう速攻態度が変わります。仕事をこなすふりをやり始めます。すごいいい自分をアピールするかのように仕事ができる自分を装います。そしてまた時にはね、人をこの人は仕事しないんですよみたいなアピールもしたりします。上司にもう取り入れられるのがとてもうまいです。異性がいるといないのでは態度がコロッと変わります。異性がいたらね、急に猫なで声でなったりする人がいますね。そして計算高いですよ。損得感情で人生を歩んでる、そんな感じね。例えば人助けをせねばならないシーンの時は不利だけをしたり、やりたいけど何か理由をつけて去ったりするのが実にうまいです。そのくせ自分はボランティアをしてますみたいなアピールをしたりもします。ほんの少しのネタをつかんで人を将棋の駒のように使うような行動をします。自分の目的のためならあっさりと人を切り捨てることは何とも思っていません。人前ではかわいそうにとか、口ではね、そういうようなことを言ったりするのもとてもうまいです。目を見ればね、わかりますよ。目がね、とても怖いです。これはね、とても特徴を捉えていると思います。普段はとても優しい目をされています。10の特徴をね、行動しているときに目を確認してみてください。急に素の目になっているはずですよ。この目が本性だと思ってください。女優ね、しているので、その目でいるときはもうずっとね、言うことはできないんですね。普段は作っている優しい目ですね。女優、俳優ができるほどとてもうまいです。無表情の時にね、見るといいです。自分の素が出てしまうからね。本当に性格のいい人なら無表情の時でも柔らかい印象で、なんか疲れていても目はね、やっぱりしんどそうではあるけど、目はね、とてもやっぱり素敵な目をされています。性格に裏があって腹黒い人は無表情で怖い感じになるはずです。相まみせる目を見て判断できますので、目を見てね、特徴を捉えて観察してみてくださいね。人を巻き込むことがお得意です。同調してくれる人を常に探します。同調できるネタを探すのがとてもそれもお得意です。最初はそう思わないとか言ってきて、小さなことから近づいてきます。そして巻き添えにするのが得意とされています。第三者に意見を言うときは同調してくれた人に言わすように仕向けます。決して自分では言わないのです。人に言わしといて自分は部外者的な逃げ道を必ず設けるのも得意技としています。
何かあれば手のひらを急に返して、その人を言ってくれた人を犯人扱いして離れるのも得意技です。人をランク付けにする。自分はランクの上の方に位置しているように言います。何も聞いてないのに自分で優位な点をわざわざ言ってきたりします。自分より下の人を見下すようなことを言うのもお得意です。これされてね、誰でも嫌になると思いますが、ご本人は気がついていません。本当にね、ステータスのある方は逆に言いませんからね。本当に幸せな人は人に意地悪なんてしません。そのくせね、ランクが上の人にはすり寄ったり、媚びを売ったりするのも得意技です。感謝という本質を全く理解されていません。こういう人は何をしてもらっても当たり前だと思っています。感謝という言葉の本質を知らないのだと思います。自分がしてあげることは過剰に言いますが、してもらって当たり前なので、残業を手伝ってあげても軽く扱います。クレーマーになる可能性も高い人です。カスタマーハラスメントを平気でするのも特徴の一つだと言えます。基本的に嘘つきですから一貫性が全くありません。その時に思いついた嘘を言います。ですから二転三転しています。自分をよく見せたい嘘、自分を優位に持ってくるための嘘、人を陥れるための嘘、これら嘘を平気で言います。この時のね、表情を観察してみてください。目が絶対怖いですよ。ここでうらちゃんの心理を見てみましょうか。自分に自信がないというのが根底にあります。自信がないから高いものを持ってるとか自慢をしてくるのです。バレたくないので嘘をつかないといけなくなるのです。嘘が嘘を呼ぶ、そんな感じね。だからまるで自分の虚像お化けを作り上げていってる、そんな感じね。うらちゃんって自分を見ないでどこ見てるんだろうといつも思います。勝手に作り上げた虚像が自分よと言われても違うの知ってるし、でもうらちゃんは真剣に言われてて、こちらが気がついてるということさえも気がついてないんですよね。たとえうらちゃんが本当に悪くてそういう出来事があったとしても、心の中で言い訳というのか自分に言い聞かしている、そんな感じですね。自分で勝手に、違うことを思い込もうとさせている。思い込めば周りもそうだと勝手に勘違いしている傾向があります。それをね、どんなこじつけを作っても人に言います。まるで裸の王子様のように私は見えているのですが、みんな他の方は知っているのにバレてないとさえ思っているのはうらちゃんだけなのです。でもね、すごい心臓にね毛が生えているような人に見えませんか？でもね、本当はね、心が繊細で傷つきやすいのです。だから防衛反応でやっている、そんな感じかもしれませんね。やり方は間違えてますけどね。それではいつになってもうらちゃんは絶対に幸せにはなれません。早く気がついてほしいですよね。お話の冒頭でうらちゃんみたいな人がいたら近づかない方がいいと申し上げましたが、裏表のある人が職場にいたらどうでしょうかというね、どうしたらいいのという質問もよくいただきます。その度にね、会社を辞めるわけにもいきませんからね。対応としては距離をできるだけ取ってください。うらちゃんはあらゆるテクニックで近づいてきますが、距離を保ってください。それは相手を傷つけないための嘘は許されると思いますよ。例えばね、誘われたとしても今日は早く帰るように言われててねとかね、まともに相手がね、
あなたが嫌だからっていうよりかはよっぽどマシだと思いますよ。これはついてもいい嘘だと言えると思います。そして本音を言わない、同調しない、ついポロッと言ったことを誇張して言われますから、決して言わないようにしてくださいね。本当はね、もう距離を取って話さない方がいいぐらいです。プライベートな話題は絶対に話をしない。話を変えるとかしてくださいね。うらちゃんは孤独な人が多いです。寂しい人なのでプライベートが充実していません。そういう人に自分のプライベートを少し話しただけで標的になってしまいます。どこかに誘われたとしても都合をつけて断ってみましょう。人の悪口を聞かされても同調しない。できるだけ関わらない。もうこの基本を徹底するしかないです。大人の対応をしてみてくださいね。子供はその場で反応しますよね。もうそれはね、卒業しましょう。自分のために大人の対応が一番です。大人になりましょうね。もし同僚とかでね、距離も保てないし、今困ってる、もう我慢できないという人は防衛策として、ご自分と同意見の人を3人集めてみてください。そして上司のために忠告を伝えるという方法でいきます。決してうらちゃんの悪口にならないように気をつけてくださいね。上司はあなたを警戒してしまいます。あくまでも上司に知ってもらった方が役職として困るでしょう。上司のためを思って言うということを鉄則としてください。言い方としてはこんな感じかしらね。課長、ちょっと言いにくいのですが、課長にはいつもお世話になってるので、普通はね、こんなこと言わないんですけれども、どうしようかな。やっぱり課長が後で困るのも嫌だし、みたいなね、感じで、ちょっと回りくどいけど、少しもったいつけてください。言いにくい感じでね、出してくださいね。そして、課長のお立場を考えると知らないでは後で課長がお困りになるといけないからと思ってもう昨日ずっと考えてたんです。思い切ってお伝えさせていただいた方がいいかなと思うので言わせていただきますね。実は A さんなんですがということで実態をいくつかねまとめておいてそれを言います。そして私はねもう大人ですし我慢できるので慣れてるしもう大丈夫なんですけれどもね、私はいいんですよ。でもねちょっと職場の空気が悪くなってて傷ついてる方もいるような感じがあります。どうしてもね、いろいろしてほしいというようなことでは全くないですよ。管理職としてのね課長のお立場を考えるのならやっぱり知っておいた方がいいのかなと思いまして差し出がましいと思いましたが今の現状をお伝えさせていただきました。いろいろねこうしてほしいというの全くないのでお気遣いなさらないようにしてくださいね。課長自分を守ってくださいね。こんな感じでね、言うといいですね。そして何か事件が起こりそうで怖くてというような決め台詞もいいかもしれませんね。こんな感じでね、聞いて、助けてではなくって、知ってもらうようにします。あくまでも課長に、忠告と言ったら上から目線になるからちょっと言葉が違うかもしれないけど、課長のためにお伝えする、そんな感じがいいかもしれませんね。そして、同僚のあと2人に同じように言います。もちろん日を空けてもらって内容も変えてくださいね。1人から聞いたらあそうなんだぐらいで終わります。2人目になるとさっき聞いたな、そうなのかもしれないな、ちょっと気をつけた方がいいかなぐらいね。3人目でなんと確信になります。これで課長は冷静な目で A さんを見るようになるでしょう。ご自分の職場環境は自分で守ってくださいね。うらちゃんの対応はいかがでしたでしょうか。結構な数で周りにいると思いますよ。
中には全部当てはまるというような方は決して近づいてはいけません。大人の対応をしましょうね。大人の対応が一番ですよ。分かって対応するのと振り回されるのは大きな違いが出てきます。どうぞご自分の身は自分で守ってくださいね。そして幸せになってくださいね。幸せになーれ。最後まで見ていただきましてありがとうございます。ご縁に感謝です。人生を自由にするためのレシピをたくさん紹介していきます。自由に生きていきたい方をいっぱいにしてお互いに相乗効果を出していきたいと思っています。チャンネル登録だけしておいてくださいね。またその時にご案内ができるかと思います。ミラクルを起こしていきましょう。では次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございます。感謝です。